皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今日の卓球知恵袋は、サーブを出す時のスイングスピードを速くする方法についてやっていきます。サーブのスイングを速くすることで、どういうメリットがあるかと言いますと、まず切れ味が増すということですね。単純にボールに加えるエネルギーが強くなるので、サーブのスイングスピードを速くすることでより切れるようになる。もちろん切り方を覚える必要はあるんですけど、一度切り方を覚えてしまえばそこに加える力を強くする、どんどん強くしていくことでより回転をかけることができます。でもう一つの効果というのは、スイングスピードが速くなることによってインパクトの瞬間、当たる瞬間の動きっていうのを相手に見破られにくくするっていうことが効果として挙げられます。どうしてもここのスイングが遅いとゆっくり動いてしまうと、相手も、このインパクトの瞬間が丸見えですけど、パッて速くして動かしたりすることによって、切れ味も増すし、ボールっていうのの、見極めというかインパクトの瞬間を相手に分かりづらくするっていう効果があるので、ぜひスイングスピードの速いサーブっていうのを習得してほしいと思います。では実際にどうやってスイングを速くするか、3つのポイントに分けて説明していきたいと思います。まず1つ目のポイントは、腕のスイングのスピードを速くする。でそのためにはまず腕の引き方をいつもより大きく取ってみてください。これはですね、腕を大きく取ることでインパクトのところまでの距離が長くなります。例えば、遠くまでボールを投げようとしたりとか、速いボールを投げようとした時にどうしても手首だけとか小さい動きで投げようとしても遠くまで飛ばせません。なのでみんな大きく振りかぶって投げるっていうのは、このサーブの時も同じようなことが言えます。ここのエネルギーを強くする、スイングを速くするにはまずは腕を大きく引いてみてください。2つ目のポイントは、この肘から先のしなりっていうのを利用するような感じでスイングしてみてください。イメージとしてはですね、構えていて腕を引いた後、肘を一気に後ろに向けるような、構えていて肘が自分の後方を向くような感じで振ってもらうと、ここのしなりが生まれるので速くなります。このまま大きく腕を引いてもこういった動きをしてしまうと、初心者の方に結構ありがちなんですけど、こういった動きをしてしまうとスイングっていうのは実際あまり速くなりません。ここで肘がグッて肘の向きが変わるような動き、このラケットの動きとしてはちょっと円運動に近くなるんですけど、そういった動きをすることでしなりが生まれ、さらにスイングを速くすることができます。3つ目のポイントは手首を使うということです。ここまでで腕を動かす、そこにしなりを作る、そしたら最後はそれを最大限に利用するため、このラケットを持っている手首っていうのを使うっていうことをやってください。これはもう単純に手首だけでもこれだけラケットが動いて、こうやって手首だけでもスイングして下回転を切ることができます。さらに腕の動きとしなりに合わせてこの手首の動きっていうので大きくスイングスピードを出すっていうことを意識してやってみてください。実際にサーブを切ることが苦手な方とかサーブが苦手な方っていうのを見ていると、手首を使っているつもりではあるんですけど実際に使えていない、ラケットを握っていて、大体の方はグリップ外されると思うんですけど、このままここからこうやって動かそうとしてる。手首もバックスイングを取って使うようにすると大きく動かせます。で上手くない方っていうのはやっぱりこのまま切ろうとしているので、実際使っているようで使えていないっていう方がすごく多いです。なのでサーブのスイングスピードを速くするために腕の振りしなりだけでなく、この手首を大きく使えるように手首もバックスイングを取る、でしっかりと大きく振っていくっていうことを意識してやってください。でこの3つのポイントをしっかりとミックスさせて、タイミングよくミックスさせることで大きなスイングスピードっていうのを得られるようになります。これがバラバラだったり欠けていたりするとうまくスイングスピードを出せないので、この3点意識しながらやってみてください。実際にトップ選手のサーブを見ていると、とてもスイングが小さいけどすごく切れてる方っていうのはもちろんいます。でもそれはもう
ずっと長年しっかりと練習してきているから、小さいスイングでもスイングスピードを出せます。私たちがいきなりそれをやろうと思っても、小さいスイングでスイングスピードを出すっていうのは難しい、なかなか難しいと思います。最初は大きくてもいいからスイングスピードを速くする。でそこから速いスイングを覚えたら、どんどんちっちゃくしていくっていう風に覚えていくことが、速いスイングを身につける、一つのポイントかなと思うので、そういった風に実践してもらえたらなと思います。しっかりとサーブを切りたい方で、さらにインパクトの瞬間を相手に分からないようにしたい方、スイングスピード向上に3つのポイントを意識して、サーブ力、スイングスピードっていうのをしっかりと向上させていってください。ぜひやってみてください。